こんにちは。今日はね、工学支部層富猿やっていきたいと思います。前回に続いてオリジナル武装のシリーズなんだけど、ちょっと準備に時間がかかるのでやりながらお話ししていきましょうか。ということで行ってみましょう。まずは今回メインで使いたいのはドローンなんだけど、この辺にはドローンスポナーがないんだよね。なので以前の作業場所に移動するために荷物をまとめていきます。一応奥の方にドローンスポナーがあるのは分かってるんだけど、確保するのもめんどくさいんでねとはいえ、この守備ムワーゲンはもともと大きな荷物を積むようには作ってなかったので、台車を作ってそれを牽引するようにしましょうか。ひとまず屋形船まで持っていければいいので、間に合わせの台車でいいでしょう。荷物も全部が全部持っていく必要もないんだけど、この辺はしばらく来る必要はなさそうだし、目立つ荷物は一通り積み込みました。で、重くなりすぎて旋回するのも一苦労なんだけど向かって左側は川になっているので、向かって左側は川になっているので、そっち経由で移動しましょうか。よし、じゃあいざ。こいつはもともと水陸両用で作ってて、水上では大したスピードは出ないんだけど、地上で物を踏んだ時に壊れやすいのと、水上の方が摩擦がなくって旋回するのが楽なんだよね。とにかくよし、屋形船まで到着で、こいつに直接くっつけてさらに牽引するような形にします。よし、これであっち側に向かいましょう。で、この船はもともと間に合わせて動力をつけただけだったので、スピードは遅いんだけど、時間がかかるので、ちょっと今回の概要でも、まず今回やりたいのはドローンを使った移動装置で、ドローンは不思議パワーで無限に動く手あたりが最大の魅力なんだけど、最大の問題がその力を意図的に停止することができない。それをなんとか制御できそうな方法を思いついたので試していこうってな話なんだけど、そろそろ目的地が見えてきたので、ここからは実際に試しながらお話しした方が分かりやすいかな。はい、とりあえず作業できる状態になったので、まずはドローンの挙動を確認しときましょうか。で、今回はドローンがいっぱい必要なので、以前作ったホムラを分解します。こいつは超重量の装備をドローンの浮力で軽くするっていう目的でドローンを使ってたんだけど、重い武装を外してドローンだけで組み上げたものを作ってみました。こいつはドローンに乗ってみようの回で作ったものとほぼ同等なんだけど、こんな感じで空に浮かぶことができます。た
ただしこの不思議パワーを止めることができないので、外したい時はひっくり返すか、あるいは何かに固定するっていう方法くらいしかないんだよね。はい、ここからが本題。その辺を踏まえて今回の仕組みを作っていきます。肝になるのが前回のアギトの動き。モーターの力で閉じたり開いたりの動作が実現できたので、これでドローンの向きを制御します。理屈よりも実際に作りながらお見せした方が分かりやすいと思うんだけど、相互に打ち消し合う向きでドローンを組み立てて、半分の部品をモーターで反転させることでフルパワーで動くってな仕組みです。基本はこんな感じなんだけど、これだと大して動けないので、もっとドローンを追加しましょうかね。ここにはすでに安全に確保したドローンスポナーがあるので、そこから取ってきます。で、単純に数を足せばパワーが上がるのかというと、ドローンとモーターの力のバランスが難しいんだよね。うまいこと閉じたり開いたりができて、なおかつ装備した時のバランスと移動性能、あとは停止時にちゃんと地面に安定して置けるかってなあたりの統合バランスの調整が難しくって、この辺はかなり試行錯誤してるんだけど、よし、だいたいこんな感じか。まずはクローズモードの状態で固定を外すと、若干滑る感じはあるんだけど、ちゃんと地面に置くことができますね。そして装備してオープンモードにすると、ふわっと浮くくらいの力がありますね。なかなかいい手応えがあるので、いっぺんこれで移動性能を確認してみましょう。滑るように移動できる感じですね。段差があるところとかジャンプの操作をすると低空飛行します。スピードはおおむね走るよりも少し速い22キロくらいで、下り坂だと32キロくらい出ます。ドローンの挙動は地面から離れるように動く性質がある影響で、坂道だと挙動が変わるんだけど、正直うまく説明できるほど理解はしてないんだよね。この装置の実動だと、上り坂だと性能が落ちて、下り坂だと性能が上がるって理解してもらっとけば大丈夫かな。で、ちゃんとクローズモードにすることって地面に置くこともできて、さらにここから再度装備してオープンモードにすることでまた使うことができます。ちゃんと動くし、そこそこの性能が発揮できてるんだけど、もうちょっとチューニングすれば性能が上がりそうなので、最終調整、さっきまでと同じで、またああでもないこうでもないってな感じで調整してるんだけど、今回は最初イメージしてた形はもっとへんてこな形になる予定だったのが、普通にかっ
こいい感じになりましたね。これはこれで全然 OK だったし、逆に形にこだわれるほどの余裕がなかったのも正直なところですね。やっぱね、全体のバランスが難しいのって、そこは今まで作ったことがある形状、冷却反転エンジンの時のベースが一番近いかな。そこから発展させた感じですね。そんなこんなで、よし、これでその辺を走り回ってみましょう。チューニング次第でいくらか性能を変えることができるんだけど、今回は最終的にスピード寄りのバランス型で移動専用の装備として仕上げました。刃物を少しくっつけるくらいのことはやろうと思えばできたんだけど、特に今回戦いたい相手もいなかったし、そういうのはバリエーション機として今後やっていけばいいかな。で、スピードは平常時で36キロくらい、最高速で70キロ超えが出てるのでかなり速いですね。ある程度操作に慣れてないと簡単にその辺で衝突するので注意が必要です。で、今この湖をぐるっと回るようなコースで走ってるんだけど、この辺の砂浜のちょっと先は今回出発した地点ですね。序盤で使った屋形船の10倍以上のスピードがあるので余裕で到着します。いや、一応見えてたんだけどスピードがかなり乗ってたんでジャンプで飛び越えられるかなって気を取り直してもっぺんやり直したりもしてるんだけど、その映像を流しながらこの辺でまとめましょうか。ということで光爆式武装飛び猿やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。ましらのごとくっていう言葉があるように猿のように俊敏な動きを目指したんだけど、かなりのスピードで走ることができてビームを振り切ることもできるのでかなりな性能ですね。クローズモードでの防御性能もなくはないんだけど、壊れる部品によっては一気にバランスが崩れてまともに動けなくなる可能性はあるので、あまり近接戦闘はせずに早々に離脱する戦法を取った方が良さそうです。で、今回の出発地点まで戻ってきたわけなんだけど、ここからさらに進んでみます。さっき水に落ちて爆発したようにドローンは水に弱いんだけど、こういう浅瀬で水に触れない状態であればちゃんと稼働します。さっきの川は深かったのが問題ですね。ドローンは地面から3メートル以上離れると機能停止するので、深い水辺が最大の弱点です。で、こいつの最大の強みは航続距離。電力を使ってるのは開くのと閉じる動作だけなので、閉じるまでの間であれば永遠に移動できます。自爆ドローンに捕捉されても振り切ることができるので、
かなりいい装備に仕上がったんじゃないでしょうか。で、準備の時に思ったのが、最近は資材が増えて、陸上でももうちょい積載量がある車両が欲しいんだよね。なので、こいつをリファインしようかな。ということで、次回は欠点クラートやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。